今回のお話は今から中国の浙江省杭州市へ向かいます。2019年コロナ前にセントレアから杭州へ行って以来およそ6年ぶりの再訪です。今回なぜ杭州に行くのかというと、杭州市の郊外にテント城というニュータウンがあり、そのニュータウンはフランスのパリを丸パクリして作られた杭州パリと呼ばれています。現在その街は破綻しゴーストタウン化しているということで密かに話題になっていたので、実際に見に行ってみようと思います。セントレア中部国際空港から杭州市まではスカイチームのアモイ航空が直行便を飛ばしているので、深夜便ですが今回利用していきます。杭州まで片道3万円くらいでチケットを取れました。ということでチェックインの方終わりました。今からも保安検査受けて出国しましょう。ということで秒で出国審査と保安検査終わりました。この夜の時間でセントレア久しぶりですね。ガラガラだ。それでは私が愛用しているセントレアグローバルラウンジでゆっくりしましょう。あ、なんと8時半で終わりなんだ。じゃあ行けないですね。もうあと10分しかない。久しぶりにプラザプレミアムラウンジに行きます。すげえ久しぶりに来た。ウーロン茶だけ飲んで、はい、出ます。それじゃあゲートに向かいます。結構ね、出発が遅いんですよね。到着は日付変わって0時40分ですね。結構きついです。すでに搭乗が始まってました。21時55分からの搭乗開始だったんですけど、20分ぐらい早くから始まってるみたいです。ボーディングタイムが55分で出発が22時25分なんですけど、だいぶ早くやってますね。こんばんは。すみません、本人確認いたしますのでマスク外してください。ありがとうございます。はい、いってらっしゃいませ。ありがとうございます。それでは行ってまいります。もう杭州は何年ぶりですかね。本当コロナ前に浙江潮流航空で行った記憶があるだけですね。はい。まあでも街も確か滞在しましたけど。それで私の今回の座席が非常口の男なんですよね。なんか勝手にそうなった大丈夫かな。こんばんは。こんばんは。はい、ということで機内に入りました。非常口のところあんま好きじゃないんですけど、広いですね。確かに自分はあんま選ばないんですけど、なんか勝手にこうなったんですね。機材はボーイング737-800ですね。普通非常口だとこうなんか横がこっからテーブル出すみたいなこの敷居があったりするんですけど、これないですね。普通にここのテーブルなんで普通の席と変わんないわ。これだったら座るのありだな。俺横幅があるから窮屈感が嫌いなんですけど、横も普通で前も広いっていう、隣にお客さんいますけどね、3時間ぐらいのフライトなんで耐えれるでしょう。今回はビジネスはせずエコノミーで行きます。で窓もがっつりありますし、はい、こんな感じです。確か最近だと関空から中継に行った時にアモイ航空直行便でちょうど本当同じこの737の機材で、行ったと思います。このセントレアのこの夜便でアモイ航空の杭州行きは初めて乗ります。以前はね、さっきも言った通り浙江潮流航空とかがシーアンとか、あとは今から行く杭州の便があったんですけど、復活してないですよね。それで先ほど説明したかもしれませんが、今回杭州に行く理由っていうのがね、どうしても行きたい場所っていうのが、中国にあるね、パリ
パリの街をねそっくりそのまま再現した、現在ゴーストタウンみたいになってるらしいんですけども、そこにちょっとどうしても行ってみたくて、ね、広州といえば世界遺産の、なんだっけ、広州といえば世界遺産のね西湖という西の湖だとか、あとは、アリババの街とかね、デジタルシティみたいな感じですごい発展してる大きい街なんですが、上海からめっちゃ近いんですけど、今日は2025年の2月1日、春節真っ只中なんですよね。なので日本に来てる中国人の人たちがすごい多いんで、この便も満席なんですけど、ほぼほぼね。手机等其他电子设备。再见，好，谢谢。慢走，拜拜。あっという間に着きました。ほとんど寝てました。こんなに綺麗な空港だったっけ？なんかあんま記憶にないな。すごいピカピカですね。こんなに広かったっけ？めちゃくちゃ遠いな、イミグレまで。すごいバカ広い空港だな。ということで中国の入国完了いたしました。入国はね早かったんですけど、荷物が出てくるのに1時間ぐらい待ちました。時間がかかってしまいまして、今1時過ぎですね。はい、これからホテルに今からタクシーで移動してチェックインしに行きます。しんどいねこの時間。こちらがタクシー乗り場ですね。タクシーいなくなっちゃったな。大丈夫かな。遅い時間なんでもうタクシーがかなり少ないのか待ってます。もうこれしかないもんね。電車も終わっちゃってるし。そっか、春節だからタクシー少ないのかもしれないな。中国いつ行ってもねタクシーいっぱいいるイメージがあるけど、そう春節に来たことなかったな。そういえばお店とかも閉まってるんですよね。ということで空港からホテルに今到着しました。今2時前ぐらいですかね。とりあえずチェックインして部屋に行きましょう。もう今日は寝るだけです。ちなみにホテルはマリオット系列のコートヤード予約しました。1泊1万円ぐらいですかね。修行も兼ねて取りました。立派なホテルですね。はい、ということでチェックインできました。部屋がアップグレードされたかどうか何も言ってくれなかったので分かんなかった。とりあえずもう部屋行きましょう。眠たい。部屋は20階の部屋ですね。エレベーター日立製だ。コートヤードですけど一応エグゼクティブラウンジがありますね。知らなかった。20階じゃなくて21階だった。どっちだ。すごいねこのホテル予想よりもなんか豪華だな。コートヤードとは思えないぐらいの。すごい。ここですね。
2111。それでは部屋に入りました。こんな感じです。アップグレードはなさそうですね。普通の部屋です。タバコは吸えません。まあでも十分すぎますけど。もう日本だったら今一泊1万円でマリオットのホテルとか泊まれないと思うんで、ほんとビル群に囲まれた場所にありますね。この辺確かビジネス街ですけど、安かったんで、ここを選びました。で、あとは、トイレと、はい、洗面台。綺麗ですね。で、あとバスタブはないです。シャワーですね。アメニティもしっかりありますね。それで明日1日しかね、杭州でのちょっと時間が取れなかったんで、もう今2時、もう3時ぐらいになっちゃいましたけど、とりあえずもう寝ようと思います。日本をね、出発するとき、家を出るときにね、シャワーも浴びてきたんで、夜便だったんで、はい。もうちょっと今日はこのまま寝て、明日の朝、シャワー浴びて朝ごはん食べて出かけたいと思います。それでは、おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。それではまず朝ごはんを食べに行きます。2階のレストランですね。全然お客さんがいない。やっぱ春節だからかな。すごい、さすがマリオット系ですね。久しぶりになんかご飯食べるな。ちゃんとしたサラダもいっぱいあるし。これうまそう。あと麺も作ってくれるんだ。朝ごはんはこんな感じで持ってきました。日本の醤油ラーメンみたいなスープのヌードルと、サラダとかあったんで持ってきました。はい、これ食べてから出発したいと思います。ということで朝ごはんも食べて今出発の準備が整いました。で、今回の動画のメインテーマなんですけども、こちらの広州市内にあるテント城という場所があるんですよ。で、それは何かというと、ニュータウンなんですよね。で、中国の政府と、この広州市が開発した、フランスのパリの街並みを意識して、そっくりそのまま作った、ニュータウンがあるんですよ。無理やりね、パリっぽく作ってて、エッフェル塔とかもあったりとかして、普通の日本人の感覚の街づくり、皆さんの住んでる街からしたら考えられないようなコンセプトでね、作られてるところがあって、ただ今ね、そんな人気がないということで、人があんま進んでないらしいんですよね。で、ゴーストタウン化してるということで、中国のパリのゴーストタウンみたいな、そんな感じでネットでも有名なんですけど、そこにね、今から行って、どんな感じなのか見てみたいなと思ったんで、今回来てみました。今ね、私がいるこのホテルから、近くにね、地下鉄の駅があって、で、地下鉄で1回かな、乗り継いで、そちらのね、街に行くことができるので、ちょっと今からね、早速、今回の目的なんで、行ってみたいと思います。それではホテルを出発して、地下鉄で近くまで移動してみます。すごい、ほんと全然人がいないわ。日曜日だからこのオフィス街は少ないんでしょうけど。これが今私が泊まってるコートヤードですね。こんな形なんだ。ほぼホテルの目の前に地下鉄の駅がありました。スタバとかもあるんだね、この辺。一応あれなんだ、ホテルの近くにね、真横にスタバとかドミノピザとかケンタッキーとかサブウェイ、セブンイレブンもある。めちゃ便利な場所だ。動いてない。地下鉄動いてんのかな。ラックインコーヒーはやってるけどセブンイレブンやってないわ。コンビニやってないんだね、春節。勉強になりました。今から広州地下鉄4号線に乗ります。はい、目的地までは7軒ですね。1時間ぐらい地下鉄乗ります。
保安検査を受けて今改札を通ります。ホームもガラガラですね。ちょっと見えづらいですけど、新天地街という駅でおります。13駅先ですね。下一站市民中心开左门，可换乘7号线。Next is Citizen Center. Doors will open. 市民中心忘记车厢拥挤时，为节省空间，请您背包向前，谢谢配合。We are now at Jinjiang Road. You can transfer to line. それではこちらの駅で降ります。このまま3号線に乗り換えですね。シュ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 。本次列车终点站新桥。The terminal station of this train is. おそらくこの駅を出てもう目の前ぐらいがもうフランスのパリみたいな街が広がってるんだと思います。この駅もすごいね。めっちゃ綺麗。でも全然駅自体はパリの感じはない。地下鉄の駅の中は全然中国っぽいですね。なんか中国の絵とかあるから、もうこの駅からパリだったら面白いのにね。そこは違うんだ。B の出口から出るとそっちの方に行けると書いてありました。ちょっと地図を見ると今からね出るところが、この辺だと思うんですよ。 B の出口これリトルエッフェルタワーって書いてありますからね。もうこの辺全部パリなんですよ。さあこの後外に出ればフランスのパリみたいな街並みが広がってるんでしょうか。めちゃくちゃ楽しみだな。ちなみに私はフランスは1回だけ行ったことあって、パリも行って滞在したことあるんですけど、その1回きりなんでパリ気分を果たして味わえるのか。はい、それで今駅を出たところなんですが、見えますね。ちょっとこのなんか建設機材で邪魔ですけどエッフェル塔がありますね。なんか囲われちゃってて入れないパターンかな。普通のアパートというかマンションがいっぱいある感じですかね。これ入れないパターンかな。どうなんでしょう。やっぱりちょっとこの中には入れないんだ。こう柵になっちゃってますね。なんかぶっ壊してるわ。でもこれがエッフェル塔ですよ。いかにもゴーストタウンって感じですね。本当だったらこの中まで行ってね写真撮れたと思うんですけど、今もうなんか破壊されてますね。ここ一応エッフェル塔の広場なんですが、それ以外の場所もねパリみたいなところ作ってあるところがあるんで、そちらに行きましょうか。ここは一つの写真スポットみたいな感じで有名だった場所なんですけど、現在はこんな感じになってます。左側曲がったところが多分大通りで、シャンゼリゼ通りみたいな感じで作った場所かな。確かにちょっと洋風だけど感じがあるからね、一気にヨーロッパ感がなくなる。ということでこちらが中国にあるパリ、丸パクリして作った街で、今ゴーストタウンになってるところですね。
でこの正面がエッフェル塔っていう感じで、すごいな。奥までまだ全然あるんでちょっと歩いてみますけど、ただやっぱなんかヨーロッパのお店に統一してるみたいな、ね、せめてフランス料理とか、ね、スイーツのお店とかクロワッサンのお店とかマカロンのお店とかあるのかなと思うと中華料理なんですよね。それがなんかもったいない。リトルエッフェルタワーって書いてあったんで、サイズは全然ちっちゃいですね。日本のね、街中っていうか田んぼとかにあるような電波塔ぐらいの高さですね。せっかくなんで歩いてみましょう。お店がやってないのはこれ春節だからだと思うんですけど、一部やってるところはあるけど、賑やかということはまるでないですね。でも一応コーヒー屋さんとかはやってるから、休憩はできるね。ここもニューローメンのお店とかはやってる。だいたいこの作りが同じなね感じの建物ばっかで、下がお店で上が人が住んでるっていう感じですよね。住んでる人もパリっぽい、ね、雰囲気の服装とか、ヨーロッパの感じなのかなと思ったんですけど、ゴリゴリのジャージのいつもの中国人スタイルですね。なんかせめてクラシック音楽とか流れてたら雰囲気が出そうだけど、何にもない。でもとにかく広いっすね。人が歩いてないから余計そう見えるかもしれないけど、スペースは相当広く取ってある。いかにも中国の、ね、作り方って感じですね。パリも、そんな詳しいわけじゃないけど広いわけではない気がするもんな。ごちゃごちゃしてるイメージがある。ただ絵になる風景だからパリは皆さんなんか行きたい場所とかによく言うと思いますけど、行った経験の自分の感想としてはそんな大したことないなとは思いましたけど、おしゃれなカフェっぽいのがありますね。ケーキかコーヒーデザートって書いてある。だけどやってないわ。これやってたら入りたかったな。クロワッサンでも食べながらちょっと雰囲気を味わいたかった。これがあれですからね、中国のパリと言われてる場所ですから、来る価値はね、あるかどうかって言われたら難しいんですけど、私は来たかったんで、来てますけど、こんな感じで至るところに座るところがあるんですよね。ちょっと汚いんですからなんか座りたくないけど、ソファーとかあったりしますね。あと意外とね、服屋さんもある。おしゃれな。誰が買うんだって感じはするけど、お店とかもよく見るともう抜けの殻というか、なんかくしゃくしゃになってて営業してないというか、そういうところもちらほらありますね。結構景気悪いんだなきっとね。この辺全部空き家ですもんね。エスカルゴをイメージしてるのかな。だいぶ形違うけど、なんかタニシみたいななんかよくわかんないオブジェがいっぱいあります。今一番端っこのところに来たんですけど、こっから見るとさっきのリトルエッフェルタワーが映えますね。こんな感じで、この先が終点というか、このねパリ風に作られた通りの最後なんですけど、で奥にね上がっていけるところがあるんですけど、そこもエッフェル塔のとこみたいな感じでもうバリケードしてあって中入れないようになってます。なんでここまでしか来れないのかな今は。ここで終わりですね。でもこの先は行けなくなっちゃってる。こんな感じでしたね。この中国にあるパリ、そしてゴーストタウン化したこの街。中国はね、国内旅行する人も非常に多くて、大体観光地に行くとね、いつ行っても中国人の人たちがいっぱいいるっていうイメージなんですけど、ここは本当に人がいませんでした。
実際にこういう街を作りますっていうプロジェクトができた時にね、きっと高い金額でこの上のね住宅とかに引っ越してきて住んでる人もまあ今でもまだいると思いますけど、そういう人たちが昔はいたんでしょうね。でやっぱり特になんかすごいプロジェクトでもないから住んでみて大したことなくてみんな出てったんでしょうね。こっからの画角だといいですね。それっぽい。結構住宅の部分もボロボロっすね。手入れとかしてないんだよね。とりあえずこんな感じで中国広州にあるまるでパリそっくりな街で今ゴーストタウンになっているテント場に来てみました。はい、特にもうお店とかもやってないんでね、なんか食べたりもちょっとできないんで、ここはこれで終わりです。で、さっきも言いましたけど、明日ですね、こちらの広州を去るんで、もう今日しかないんですよね。せっかくなんでこの後ホテルに、帰る前にこちらの、広州といえばね、湖、西の湖西湖ですね、そちらにちょっと寄ってなんかご飯でも食べてから帰ろうかなと思います。アクセスは結構いいんでね、地下鉄ですぐ来れるし分かりにくいとかはなかったんで、時間があって広州に来てる人とか来る予定のある人は、面白半分で見に来るのもいいのかなとは思いますけど。一応地下鉄は春節でも5分おきに走ってるんですね。それで最古の、近くの駅に着きました。さすがに人が多いですね。広州を代表する、世界遺産の湖ですからね。とりあえず最後ブラブラしてなんかご飯食べたり湖見たりしてゆっくり過ごしましょうか。何か良さそうなお店で食べたいですね。ちょっとお昼の時間はだいぶ過ぎちゃってるんですけど、ここのなんか百貨店とかデパートみたいなところにたくさん入ってそうだな。ちょっと湖に行く前になんか食べますか、デパートで。中国はどこ行ってもなんか大きいデパートがいっぱいある。広州の名物は純菜とかなんかそんな感じだった気がするな。タケノコとか昔なんか視聴者の人が教えてくれて食べに行った記憶がありますね。日本料理の店もあるな。なんかすごいいろいろ変わった店がありそう。結構並んでるぐらい混んでますね。結局あんま食べたいものがなかったな。思ったのと違った。ちょっともうちょっと街歩いて探してみます。あんまりなんか広州料理みたいなのはなかったですね。ちょっと名前忘れましたけど、あの辺に今お城があるところですね。これ右に行くと西湖ですね。湖がいっぱいあるところだと思うんですけど、すいません、喉がね枯れてて声が聞き取りにくいと思いますがお許しください。ちょっとあそこまで登る元気はないんでこの映像だけでお許しを。ここのなんか人気そうな広州料理屋があったんで、すげえ並んでんな。とりあえず街みたいで今順番だけ取りました。やっぱ人気店なんですかね。トンポーローとかあと純菜のスープとかあったんで、ちょっとそれ食べたいですね。せっかくなんで、はい、ちょっと待ってでも食べますか。ということで30分ぐらい待ちましたけど普通に入れました。一人で食べてるのは俺だけです。でね、一番食べたかったこの広州名物のこの西湖の、純菜のスープ、これがね今日もう売り切れだそうです。であと酢豚とかも有名らしいんですけど、それも売り切れてたんで、トンポーローとご飯と
あとこのたけのこのなんかみたいなやつ、はい、それを頼みました。結構ね、まあ値段はね安くはないかも。1品1000円ぐらいは、1000円は余裕で超えるかな、って感じですね。このなんかお茶みたいなやつは勝手に入れてきました。中国行くとよくあるこの全部パッキングされた器とかコップですよね。まあこれ衛生的にはこっちの方がいいですね。你这有筷子吗？トンポーロとたけのこの煮物、うまそうですね。お店の人がハサミで切ってくれました。結構量あるな。多分全部食べきれない。それじゃいただきます。プルプルでうまそう。めっちゃうまい。八角の味しない。本当にチャーシューですね。この青い、この細いたけのこのやつうまいですよね。美味しい。これもトンポーロは米と食べると、ご飯と食べると美味しいですね。最高です。ということで食べ終わって今お店で出てきたんですけど、美味しかったですね。ただちょっと高いかな。あれだけ頼んで3000円ぐらいです。150元。まあまあするよね。杭州、まあ、この店が高いのか分かんないけど、ちょっと物価高めかもしれないですね。それじゃあ湖を見て帰りましょう。まあいくつかあると思うんですけど、ちょうど目の前に見えてるのが最古の入り口ですね。なんか昔おしゃれなスタバに行ってコーヒー飲んだ記憶があります。最古のここですね、入り口は。さすがに人が多いっていうか、ツアーの人もいるな。中国国内の。ここから入ったことは多分ないですね。初めてですね。なかなか広いですね。湖にたどり着かないんですけど、この先だと思います。見えてきましたね。さすが風情があるわ。すごい。こんな目の前まで来れるんだ。これが世界遺産の西湖です。最後に来たのが2019年とかだったと思います。コロナ前ぶりですね。すごいまあこの場所に来るのは初めてですけどね。まあ、この湖の際に柵とかないのがすごいよね。もう落ちたらまあ落ちる子供とかいるでしょうね、きっとね。こんな狭いところになんかちっちゃいバスみたいのがいっぱい走ってるんですけど、満席って書いてある。これ乗ると歩かなくていいね。適当にスタバとか入ったりカフェでね、お茶でも飲んで休憩しようかと思ったけど、もういっぱいで入れないわ。とりあえずちょっとこの雰囲気を味わいつつ、湖見ながら休憩してホテルに戻ろうと思います。下一站诚心路。ということで今回こんな感じで6年ぶりぐらいに中国の浙江省、杭州ですね、来てみました。今回は実際に杭州に滞在できる日が1日しかね、ちょっと時間が作れなかったんで、行くところ絞って見ただけでしたけど、やっぱり杭州はね大都会ですよね。上海から近いのに、ね、上海と同じぐらいの規模のこんなね先進的な街がなかなか不思議な感じというか、毎回ね、毎回言っても2回しか来てないですけど、すごいなと思いますね。今回の動画は杭州滞在編ということで、一旦ここで終わるんですけど、次回ですね、こちらの杭州を出発して、長沙という街に行きます。で、それの、滞在の様子も含めた動画でお届けすると思いますけども、長沙もなかなかすごくて、
今ね、中国で一番活気のある街とか、若者の、盛り上がってる街みたいな感じで、すごい大都会みたいなんですけど、そちらの方にですね、移動していくところを、次回ね、お届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。一旦この動画はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。皆さんコメントと高評価よろしくお願いします。